チクション。どうもシオンです。今日はシオンが厳選したキット化してほしいガンプラトップ10でございます。これはバンダイさんへの本気のラブレターでございます。ぜひ届きますように。今回のこのランキングはですね、宇宙世紀だけでございます。でさ、アナザも入れてしまうとこれはトップ10で終わらないなと思ったので、今回は宇宙世紀限定で選びました。シオンがどういう機体を選んだのか予想しながら、みんなのランキングとも照らし合わせながら楽しんでください。ということで早速シオンがキット化してほしいガンプラトップ10いきます。ドクドクドクドー。10位はゲーマルクでございます。ゲーマルク大好きなんですよ。どっしりしたシルエットと配色もすごく素敵で、しかも全身が砲台になってるじゃない。それ本当にかっこよくて、でも私だけではないですよね。ゲーマルクのキット化待ってる方多いと思うんですよね。確か大きさも22メートルで H 字にしてもかなりの迫力になるはず。難しそうではあるんですけど、筋肉だったりね。でもな、今のガンプラ技術だと問題なく作れそうじゃないですか。実はね、このゲーマルクってロボット魂に出てて、それもすごい人気でも手に入らないんですけど、しかもね、このゲーマルクを守ってるガゼルとガザルはプレ版で H 字で出てるんですよ。待ってね。見てごらん。じゃじゃーん。私カズエルとガザル持ってるの。やばくない？このかっこよさ。めっちゃめちゃ気に入ってて、真ん中にゲームアルクを置いておきたいの。ねえ、あなたたちも寂しいよね。ねえ。ということで10位はゲームアルクでございます。続いてキット化してほしいガンプラ9位。ドクドクドク9位はガゾームです。ガザーシリーズの中で一番の推しガゾームでございます。このガゾームは9キットあるんですよ。でもやっぱり今の技術で新しく HG 作ってほしい。めちゃめちゃかっこいいの。このミサイルユニットめちゃめちゃかっこよくない？そしてね、このライフル、独特なライフル、ハイパーナックルバスターって言うんですけど、これめっちゃいい。モビルアーマー形態になった時、戦闘機に近い形になるんですよ。すごいかっこよくて、このQキット私見たことなくてちょっと知識がないんですけど、このQキットも変形できますかね？今のバンダイさんの技術だと差し替えなしでモビルアーマー形態再現できる気がするんですけど、どうでしょう？できればガザ D も一緒にキット化されてほしい。どんどん欲を言ってるけど、はい、ガザの嵐隊並べたいということで9位はガゾームでした。続いてキット化してほしいガンプラ8位はザメルでございます。かっこいいですよね。ドームを巨大化させて充電車と合体させたようなこの威圧感、わかる？ザメルはね、高さだけではなくて横幅もすごく広いから HG にしてもかなりのボリュームになりますね。もう想像するだけでめちゃめちゃかっこいいね。このザメルがキット化されたらぜひやってみたいことがあってね。まず砂漠のジオラマを作ってさ、その上にザメルを乗せて砂ぼこりの演出をするのよ。どう？めっちゃかっこよさそうじゃない？ウェザリングも似合いそうだし、なんかいろいろと挑戦したくなる機体だなって思って、8位はザメルでございます。続いて7位はエルメスです。エルメスの神秘的な雰囲気大好きだし、ララも私が好きなキャラなので、ジェックアクスで登場した時、シャロンのバラという名前でもキット化されるんじゃないかなって期待してたんですよ。でもなキット化されてなかったので、やっぱりエルメスキット化してほしいなって思うの。めっちゃめちゃ欲しい。空の神秘そのものって感じなので、それを自分の手で組んで飾るという。
エルメスって言っちゃってもいいのかな。確か商品券の問題でキューキットの名前もララスン専用モビルアーマーに変わりましたよね。GCAX でさ、シャロンのバラって出てたから、やっぱり大人の事情で言えないのか、そっかそっかって思ったら、いきなり修二がエルメスって堂々と言い出してて、言うのんかいって思ったんだよね。続いて6位。やらせません。やらせませんぞ。ビグザムです。さっきからずっとこっち見てるけど。よっこらしょ。しょ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 。気をつけろ気をつけろ。よいしょ。大きいですよね。ロボット魂のビグザムは購入したんですよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ。ギミックがあって本当に遊べるめちゃめちゃいいフィギュアなんですけど、やっぱりガンプラとはまた違うジャンルなので、ガンプラも欲しいなって思うわけ。私メンバー動画でビグザム落下しちゃった動画アップしてるんですけど、HG のガンプラってやっぱり難しいのかなとは思った。素直に。やっぱりこの造形自体がすごく頭大きくて足2本で立たせないといけないから、物理的に無理があるんじゃないかなとは思っちゃいました。あなたは元に戻りましょうか。ビグザム最高。ぜひぜひ H 字にしてください。よいしょ。はい。ということで、6位はビグザムでした。5位発表します。5位は2体でございます。サイコミュ試験用ザクとサイコミュ高速機動型ザクです。この2体はですね、ジオングと一緒に並べてジオングの系譜を完成したいという夢があるんですよ。実はこの2体はロボット魂では出てるんですけど、やっぱり HG で並べたいんですよね。まずこのサイコミュ試験用ザク。落ち着いたオリーブみたいな緑がめっちゃめちゃかっこよくない？私の服とも似てるな。そしてサイコミュ高速機動型ザク。通称タコザク。このザクはね、最初見た時なんか足がタコみたいだなって思ったの。でもなんと通称タコザクって呼ばれてるというのを聞いて、みんな考えてるの同じだね。そういえばこれサンダーボルトの戦闘シーンに登場するの知ってますか？めちゃめちゃかっこよかった。欲しい気持ちがもっともっと溢れてて。ということで5位はサイコミュ試験用ザクとサイコミュ高速機動型ザクでした。ではでは、きっと貸してほしいガンプラ4位クイーンマンサでございます。クイーンマンサも大人気のモビルスーツですよね。私クシャトリアも好きですし、クイーンマンサも大好き。巨大なバインだからネオジオンを強く感じますよね。これ塗装済みのフィギュアは出てるんですけど、HG はありません。ガンプラでは出てない。ぜひぜひキット化してほしいです。クイーンマンサって42メートルもあるんですって、高さが。で、その巨大なサイズを一般的なモビルスーツのサイズにしようって作ったのがクシャトリア。クシャトリアも大好きなので、一緒に並べたらかっこよさそう。次行きます。次は3位。いよいよトップ3に行きます。どこ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 。3位は量産型キューベレイです。イエーイ。そうなんですよ。量産型キューベレイ。めっちゃ美味しくない？キュベレといえば白いハマーン様のキュベレ。私は量産型キュベレ大好きなんですよ。いかにも量産型らしい渋いグレーの試作機みたいな感じを出してて大好きなんだよね。キュベレーのこのエレガントなシルエットと武骨なキャノン砲とのアンバランスさがたまらない。この量産型キュベレーが商品化されてるのが何があるかなって調べたんですよ。そしたらね、ガンダムコンバージというシリーズにこの量産型キュベレーが出てて、やっぱりさ、高潔なハマン様の白いキュベレイとキュベレイマーク2の黒のキュベレイと赤いキュベレイとこの4つ並べたら最高じゃない？キットが待ってる方多いと思うんですけど、いかがですか皆さん。続いて皆さん、いよいよ2位です。2位
2位はオーベロンでございます。機動戦士ガンダムバルプルギスに登場するオーベロンです。オーベロン自体はね、ガンダムタイプの機体で、ジオに似てる姿はアーマなんですね。アーマをまとってるんですよ。私、シロッカ様も大好きで、ジオも大好きなので、私にとってはこのオーベロンのアーマ形態は存在自体でもう嬉しすぎる。設定によるとね、シロコ様の設計図をもとにアナハイム社が作ったんだって。ジオのアマ取ったら中からガンダムが出てるという、高くなってもいいから再現してほしいって思っちゃう。もうめっちゃめちゃ美味しい。といえばシードフリーダムのズゴクも中に忍者錦が入ってる設定じゃないですか。HG 発売された時、中から本当にビョンって忍者錦が出てくるのを期待してたんですよ。でもやっぱり現実的にね、頭と足の裏から忍者錦の足が見えるくらいだったので、もしこのオーベロンアーマー形態がキット化されるとしたら、中からガンダムがピョンってピョンって出てきてほしいなって思います。ということで、2位はオーベロンでした。ではでは、いよいよ1位でございます。今まで発表した順位の中で皆さんが思ってるキット化してほしいキットは入ってたのかな？ではでは発表します。シオンがキット化してほしいガンプラ1位。ドグ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  PGU サジャビでございます。箱が冷蔵庫の大きさぐらいになっても構いません。制作時間が100時間かかっても私は覚悟ができてます。パンダインさん、私の財布を空っぽにしてくれ。サジャビを PGU 化してくれ。はい。最近私動画にも出したんですけど、PGU ニューガンダム、本当に感動の連続で、もう66000の高額だけど、それ以上の価値があるって本気で思ったので、組み立てはもちろん、完成した後も本当にすごい経験してもらったなって思って、やっぱり PGU ニューガンダムの隣に PGU サジャビを並べたいというのがどうしても消えなくてね。PGU ニューガンダムの時もピンパネル重すぎてニューガンダムを PG にするのは無理ってずっと言われてたけど、ベタじゃない。立派に。でもね、視聴者さんから教えてもらったんだけど、ジオン側の PG って1999年以来、シャーザク以来一つも出してないんだって。なんかの理由があるでしょうね。少しその話で、やっぱりサジャビ無理かなって思っちゃったんだけど、でもな、解体教書のサジャビが60分の1のスケールで出てるじゃないですか。だからできなくもない気もするし。どうでしょう。でもな、解体教書もフィギュアだもんね。ビグザムを作ってみて思ったんだけど、やっぱりフィギュアとガンプラってやっぱり違うからさ。でも本当に PGU シリーズ次期待するモビルスーツアンケート取ったら絶対にサジャビが1位でしょって思っちゃうの、私は。めっちゃ美味しいの、本当に。でも、サジャビの方がニューガンダムより一回り大きいじゃないですか。重さもさ、ニューガンダムの重さもかなりの重さなんですよ。で、サジャビだと何キロぐらい ?10 キロは超える気がするよね。無理ですかね。できるって言ってくれ。信じてます。応援してます。頑張れ。はい。ということで、シオンがキット化してほしいガンプラトップ10でした。皆さんは私のランキング聞いてどう感じました？同じものもあれば、私はこっちの方がもっといいとか絶対あると思うの。ぜひ皆さんのキット化してほしいガンプラコメントで聞かせてください。みんなの熱い声が集まれば、もしかしたらバンダイさんが私たちの願いを叶ってくれるかもしれないじゃん。はい。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。チークション。バイバイ。